星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回はファンタジースプリングスの話をしていこうと思います。いやー、楽しいですよね、ファンタジースプリングス。いや、ファンタジースプリングスっていうのがですね、2024年6月6日にオープンした東京ディズニーシーの新エリアでございます。はい。言うてもう1年以上経ってるんだね。未だにすごい人気ですけれども。はい。で、そのファンタジースプリングスに一応4回くらい行ってきまして、ちょっとその感想というかをお話しできればなと思って録音しております。アトラクション的にはピーターパンとラプンツェルを2回で、ティンカーベルとアナ雪が1回っていう形で一応全アトラクション体験済みですので、全体的にアトラクションのこととか話していければいいなと思ってます。飲食系だとピーターパンのレストランとラプンツェルのレストランはちゃんと入って食べてます。ちょっとね、アナ雪は行けてないのと、あとオーケンのねお店も行けてないんですけど、行ったところに関してはちょこっとお話できればなと思っています。で、今の流れで多分察している方がほとんどかと思いますが、全体的にネタバレを含みますので、気になる方は今のうちに引き返してください。ということで、早速アトラクションの話をしていこうかなと思います。アトラクションね、4つともいいんですけど、ちょっと最後に推しが回るように喋っていこうかなと思いますよ。まず最初、ラプンツェルのランタンフェスティバル。みんな大好きラプンツェルです。いや、好きでしょ、ラプンツェル。だってね、可愛いし、綺麗だし、おもろいやん。そう、ラプンツェルのエリアね、アトラクションの、ボートから見える位置に高い塔がありまして、塔だけはね、アトラクション乗らない人も見れるんですけれども、そこの上でね、歌を歌ってるラプンツェルの姿はアトラクションに乗った人しか見れない。つまり乗った人の特権ってことですね。なんかロマンがあるよね。なんかそういう地形というか設計してるのすごいこだわりがあっていいなと思います。で、アトラクションの中身的にはね、ランタンがやっぱめっちゃ綺麗よ。なんかね、時々 CM とか PV とかもちろん SNS でも流れてきてましたけど、ランタンがね、たくさん浮いてて、友人とね、不倫ライダーですね、不倫ライダー。不倫ライダーこと友人とラプンツェルがボートの上で、見つめ合いながらお歌を歌ってるっていう、あのシーンはね、やっぱ綺麗ですよ。で、ラプンツェル全体的に写真撮って OK なので、フラッシュとかしなければ。だからね、やっぱ映えスポットだなっていう感じがすごいした。そう、ラプンツェルのね、ランタンのシーンはやっぱ、すごいよな。映画で感動した人にはね、絶対刺さると思います、あれは。再現度的にはかなり高いと思う。ただ個人的にはちょっとって思うところもないわけではなくて、そのラプンツェルってやっぱプリンセスの中でもかなり躍動感がある子じゃないですか。やんちゃだし、だって武器フライパンだよ。フライパンでね、あんなにお外走り回って髪もぶん投げてみたいなことができる子っていう前提を踏まえると、そのアニマトロニクスの限界をちょっと私は感じた。そう。いやね、動き、やっぱ最新技術だし、動きヌルヌルだし、ボートのシーンの、表情の作り方とかすごい頑張ってるなっていう感じはあるんだけど、原作がね、元気すぎた。そう、原作の映画のラプンツェルのあまりにも元気な様子を私は知っているから、ちょっと物足りないかなっていう感じはある。ありました。いや、他の人はどう感じるかわかんないけど。そう。あとね、体験時間が多分ラプンツェルかなり短いと思う。どうなんだろう、4つの中で一番短いのかな。ちょっと、ティンカーベルとどっこいどっこいな気もするんだけど、かなり短くって、の割にやっぱラプンツェルって人気キャラだから待ち時間がすごい伸びるんですよ。そう。って考えると、ちょっとバランス的に微妙い気がしないではないです。うん。いや、めっちゃ並んで、これで終わったってなっちゃうところは確かに、あるかもしれない。ただ、ラプンツェル大好きだったら行くべきアトラクションであるのは確か。いや、別にね、下げようとしてるわけじゃないですよ。これは個人の好みの問題だからね。気になる方はぜひ現地に行って体験して、いろんな方に推しポイントを広めてもらえればと思います。で、ラプンツェルはね、個人的にはね、夜行くの結構おすすめかなと思います。その塔の上で歌ってるシーンとかね、結構昼間のイメージあるから昼に行くのもありなのかなと思いつつ、そう、私は2回とも確か夜行ってて、
Q ラインにね、めっちゃランタンが飾ってあるのよ。あれマジ可愛いよね。そう、ランタンね、夜ちゃんと光るので、なんか夜のその街列の風景、明かりの感じはやっぱ夜の方が雰囲気合うよなと思う。ランタンフェスティバルっていうぐらいですからね、舞台も夜でしょうし。そう、っていうので個人的には夜行くの結構おすすめだなというアトラクションです。はい、次がですね、フェアリー・ティンカーベルのビジーバギーです。そうこれね、結構お子様向けのアトラクションではあると思うんですけど、勇気出して一人で乗ってきました。いや、これね、私別にティンカーベル見てないんだけど、めっちゃ可愛いですよ。キャストさんの制服もね、なんか独特な感じ。他のアトラクションには見れない感じで、帽子が、なんだろうね、あれ、なんか植物の帽子みたいなのさ、多分ティンカーベルの原作とかでも被ってたりするのかな。そう、めっちゃデザイン可愛いの。全員多分ね、羽生えてた気がする。そう、あんな制服あるんだっていうテンションはすごい上がった。あとね、Q ラインの可愛さもね、やっぱピーターパン系の Q ラインの作り込みえぐいんだよな。なんか、芸が細かい。そう、特にね、ティンカーベルはやっぱ妖精って小さいから、そうなんだろう、トイマニ的な感じというか、そう、小さいからこそ見える景色みたいなのの作り込みがすごくて、そうしれっとね、フック船長の串っぽいやつとか混じってたりするのよね。めちゃめちゃでかい字で、そう、フック船長のお名前書いてある串があったりとか、あとなんか裁縫系のさ、針とか糸とかで、こうなんだろう、柵作ってる感じとか、なんかね、めちゃめちゃ可愛いんですよ、モチーフが。ので、Q ラインはね、めちゃめちゃ刺さると思う。あとね、隠れミッキーがいるんですよ。いた。そう。なんかこんなしれっと Q ラインに隠れミッキー入れるんだと思って結構びっくりした覚えはあるんだけど、多分ね、複数箇所あるよ。そう、私も全部見つけてないと思うけど、たまたま気づいただけで2つぐらいあった気がするから、ぜひ並ぶ人は見つけてほしい。探してみてほしい。でね、ただティンカーベルに関しては、乗り物が1台多分4人乗りで、乗り場がね、1箇所しかなかった気がするの。から回転率的にはちょっと微妙な気がして、トラブルとね、結構止まっちゃうかも。私もね、あと2、3組っていうところで、緊急停止というか、安全確認のために止まっちゃって、そうそう。で、ちょっと待つみたいなことあったから、その辺気になる人は気になるかなぐらいではあるかな。で、アトラクションの内容的には、なんかこう、世界観を巡る感じ。ライドに乗って作られた、なんだろう、道を進んでいくっていう感じなので、そう動き的にもあんまり大きくはないはず。なんか一部ところどころ、動いてるなっていう仕掛けはあるけど、基本的には作られたものを見るっていうのがメインになるかな。だから、なんだろう、他のアトラクションとかと違って、あんまり衝撃的な感じではない。これファンタジーな世界観だ、みたいな。なんか安定の可愛さみたいなところをカバーしてるアトラクションかなって個人的には思います。ただそう、原作私があんまり見てないからあれだけど、原作ファンには刺さるんじゃないかな。なんかチーズだっけ、ネズミのキャラとかもいたりして、ちゃんとストーリー的にはあるんですよ。その配達を手伝ってあげようみたいな。その辺知ってる人には刺さるんじゃないかな。なんかエリアってこんな感じなんだみたいになったりするのかもしれない。そう。で、ティンカーベルは、そのさっきライドで、作られた世界の中を巡っていくっていうお話をしたんですけど、なんか、日本で、屋外を、ライドで進んでいくアトラクションってあったかなっていう気がするの。いや、なんか海外だとね、なんかあった気はするんだけど、日本だとなんやかんやあんまなくないという。そうだってさ、屋外にアニマトロニクス置くの怖いじゃん。そう、なんか最後にね、ネズミさんが確か動いてた気がするんだけど、あれ屋外に置いとくのめっちゃ勇気いるなと思いました。そう、だから新鮮ではある。その外の、外気に触れてる中で。こんな表現でいいのかわかんないけど、その外の空気のリアルな中で、そのティンカーベルの世界観を堪能できるっていうのはちょっと面白いなと思いました。はい。じゃあ次、アナとエルサのフローズンジャーニー。いやー、これ気になる人多いでしょう。ねえ。いや、もう一番人気と言っても過言ではないですよ。もうね、待ち時間が物語ってる。そう、私が見た中で一番長かったのが多分ね、220分とか。
で、一番短くても80分、90分ぐらいだったような気がするな。もうとにかく並んでる。で、DPA もね、よく売り切れてるよね。そう、それぐらいやっぱ注目度の高いアトラクションなんだなっていうのはすごい感じています。いや、乗ってみたけど、おもろいね。普通におもろい。It's a Small World 的なボートに乗って進んでいくアトラクションっていうのは聞いてて、仕掛けがあるよっていうのも聞いてたけど、やっぱ実際後ろ向きに進むボート乗ってみると、こういう感じねっていう楽しかったです。すごい、やっぱ新しいもの入ってきてるなっていう感じがする。で、アナ雪のね、すごい面白かったところはね、仕掛けがね、上手。さっき後ろ向きに進むってお話をしたんですけど、それをね、すごい上手に活用してるなって思ったの。まず1個がね、アナがエルサに扉越しに呼びかけるシーンがあるんですよ。雪だるま作ろうのやつですね。そう、あれが、前進してきて、アナがこう扉ノックして呼びかけてっていうのが前進したところなのね。で、その後、後ろに進むために船の方向を切り替えるっていうターンが入るんですよ。で、その時にこう船がさ、向き変えるじゃん。で、向き変えるのに合わせて、エルサ側の視点が見れるようになるの。なんかすごいシンプルな作りなんだけど、機械的に必要な動作をうまいこと物語に取り込んでる感じが私はすごく好きだと思った。なるほどね、こうやって視点を切り替えるわけねって思った。そこめっちゃ一個ね、おってなったポイントではありました。でもう一個がね、やっぱ、アナ雪といえばレリゴーみたいなところあるじゃん。そう、超有名なお歌のシーンですね。そう。で、あそこって、いわゆる、エルサが一人でお城というかアレンデル出て、自分なりの生き方するぜって言って、自分で氷の城を作って、閉じこもるシーンなわけじゃん。で、少しも寒くないわ、バターンっていう、あれですよ、あるじゃん。あれ再現されてるのよ。すごくないと思って、びっくりしたの。そう、あれも後ろ向きに進むところで、エルサがね、めっちゃ歌って氷の城を作るわけですよ。で、そっから私たちが後ろ向きにスーッとボートで進んでいくのね。で、ちょうど歌が少しも寒くないわって言った後に、ちょうどボートがエリアの境目を通過し終わって、扉がね、ちゃんと閉まるの。で、閉まってそこに雪の結晶が、キラキラっとなって、閉じこもってるみたいな。伝わるこれで。ちゃんとエルサのことを最後まで見ながら、でも閉じこもったよっていうのが伝わるシーンだったの。なんかそこがね、原作の再現度が高くて、いいなって思った。いい演出してるなっていうのが、めちゃめちゃ面白かったですね。はい。もちろんね、仕掛け的なところもすごいけど、やっぱアニマトロニクスもヌルヌルです。ラプンツェルの時もヌルヌルって言ったけど、ラプンツェルのところよりも動きが大きいと思います。そう、腕とか上半身の傾きがね、結構大きく出てたはず。それこそ歌ってるシーンとかはね、あんまりボートって一方通行だから動かないじゃん。その分キャラクターをちゃんと動かすっていうことをすごいしっかりやってるなって思いました。そう、めちゃめちゃ面白かったですよ、アナ雪。あんだけ人気なのもわかるわっていう。そう、もちろんね、Q ラインとかも面白いんですよ。あれ、オルゴールかな、なんかね、アナ雪に出てくるキャラクターがなんていうんだ、It's a Small World しか出てこないんだけど。It's a Small World のさ、帝国で人形が出てくるやつあるじゃん。伝わる？扉が開いてぐるっと人形回って戻っていくみたいな。そう、あれっぽいのがね、中にあったりとか、そう、実際に映画で見たものが本当に再現されてるっていう感じの Q ラインでした。イメージ的には美女と野獣とかに近いのかな。あれもね、王城とか割と再現されてはいるじゃん。そう、あんな感じで、装飾品がすごい、アナ雪の世界観そのまんまだってなるので、Q ラインも結構楽しいと思います。はい。といったところで最後、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーですね。これはね、本当に個人的に一押し。マジで面白い。ピーターパン自体は、めちゃめちゃ好きってわけではないんです。そう、なんかね、ディズニー作品としての映画はあんまり見た記憶が正直なくって、原作の小説自体は、多分ね、大学生の時にちょっと読んでたような気がするんだよね。そう。だから、本当にメインのピーターパンとウェンディぐらいまではわかる。その下なんかジョンともう一人いたよね。
ぐらいからわからなくなるレベルの知識なんですけど、そう、あんま知らなくてもね、かなり楽しいよ。ストーリーの解説は本当にプレショーでめちゃめちゃ簡単にしてくれる。ピーターパンがね、本当にこれでもかってぐらい簡単に説明してくれるので大丈夫。全然わかんなくても楽しいです。でこのピーターパンの何が好きってね、散々他のアトラクションでも言ってるんですけど、Q ラインの作り込みがすごいのね。そう、他のアトラクションで言ってる Q ラインの作り込みがすごいっていうのももちろんあるんだけど、ちょっと違う側面をこのピーターパン持っておりまして、細かい作り込みがあるっていうのはもちろん、それはね、それであるんだけど、世界観がパキパキ割れるの。Q ラインの中で。すごくないみたいな。もうね、すでになんかウォークスルーのアトラクションにいるみたいな感じなんだよね。そう、ピーターパンのね、Q ライン、入り口入って、最初はね、なんか半屋外みたいな感じになってるんですよ。で、なんか岩場なのかなあれ、洞窟なのかなみたいなところを進んでいくのね。そう。で、割とその基地の外側というか、ぽい感じが楽しめて、中にいろいろロストキッズっぽいものとかも置いてあって、あ、こんな感じで遊んでんだって楽しんでるわけですよ。で、そっから、もう一段階中に入るんですよ。と、なんかね、不思議なんだけど、急に夜っぽい森が広がるの。もうね、ほんと初めて入った時感動した。なんか室内に入ったはずなのに、急に屋外に出た感じ。だから、なんて言うんだろう。その現実世界と、こう、半屋外で繋がってる外側のQラインから、急にネバーランドの屋外に行ったような感じがして、あ、すげえって感動したんですよ、私。いや、マジであれ体験してほしいな。いや、もうね、中に屋外があるっていう衝撃はすごいよ。そうで、そっからさらにプレショーをね挟んでロストキッズたちの基地に入っていくわけ。招待されてね。いや、それがまたすごいんですよ。そう、岩場は割となんだろう、壁とかの装飾がそんなに多くない感じで、森の中はマジで空がすごかった。草木をこれでも買って生い茂らせて、そう、本当に広さの感覚がなくなる感じではあったんだけど、そこから中入ると今度ね、ちゃんと壁がわかるのよ。パキパキしてて。そう、四角い壁そう、平面がちゃんと読み取れて、かつそこにトタンを打ち付けたみたいな、木の板をバシバシ打ち付けたちょっと粗雑な感じとか、あと照明吊り下げてるところがちょっとなんか黒焦げになってたりとか、そう、なんかね、Qラインの世界観の割り方が一番上手だった、ピーターパン。まあね、他とはコンセプトが違うとかもあるとは思うんだけどね。だってラプンツェルだったらそれこそラプンツェルのランタンフェスティバルの、会場関係だから一貫されてるだろうし、アナ雪に関してはその王城というかお城の中を再現してるからもちろん世界観が割れるっていうのはちょっと違うと思うんだけど、だからその点ピーターパンはネバーランドに行くっていうところと、そのロストキッズたちの秘密基地、基地に行ってピーターパンたちの仲間入りするっていうそこの2段階の構えがあるのが個人的にはすごい刺さった。もうめちゃめちゃ推したい。そうで、さっきティンカーベルの時も言ったんですけど、隠れミッキーありましたよ。見つけましたよ。そう。だからなんかそういう子供心健在みたいなところもすごいピーターパンの世界観と合ってていいなっていうので、個人的にはずっとニコニコしてました。ですごい現実的な話するとね、ピーターパンの街列めちゃめちゃ快適ですよ。そう、さっき岩場というかなんか洞窟っぽい最初の Q ラインのところが、半屋外みたいなお話をしたと思うんですけど、そう、なんかね、めちゃめちゃ涼しかった。私夏に並んだのよ。もう7月の本当に爆暑い日に並んだはずなんだけど、入り口入って、まだ外が見えるはずなのに、なんか室内ぐらいの涼しさを感じて、何これ？冷房の効き方えぐくない？みたいな。そう。いや、最初はね、ちょっと気のせいかと思ったよ。私が疲れすぎてるあまりに、なんか入った途端に突然、ちょっと冷気感じたから嬉しくなっちゃったのかなと思ったんだけど、そんなことなかった。近くの女子高生がめっちゃテンション上がってた。ここなんかすごい涼しくない？ってめっちゃ言ってて、あ、やっぱ涼しいんだって思いました。ので、ピーターパンね、Qラインめっちゃ快適だからおすすめです。そうなんだよね。で、実際のアトラクションの中身の話をしていくと、なんだろうね。イメージ的には、ユニバのスパイダーマンみたいな感じかな。
多分12人ぐらい乗れる感じで、3D グラスかけて、ライドが揺れたり、映像を 3D で見たりしながらみたいな感じのアトラクションなんですけど、めちゃめちゃ上手。映像が映る画面と、実際の造形物、手前の草とか建物とかの、境目がね、ちょうどわからない感じになってるのが本当にうまいなと思った。なんかね、いわゆる画面に映すだけとか結構簡単って言ったらあれだけどシンプルではあると思うのよ。ただそこに手前のものを置くっていうところの一工夫があるだけであんなに没入感が生まれるんだなっていうのはすごい衝撃的でしたね。めちゃめちゃ面白かった。あとやっぱ映像系のコンテンツもすごくて、あいつはね、もう実質半分ぐらいソアリンだよね。そう。切り取られた箇所に映像が映られるのが続くっていうよりかは、その序盤というか、一部一部はさっき言ったような実物のものが手前にあって、その奥にスクリーンがあって、うまいこと融合しながら進んでいくみたいなところと、あと、もうほぼ180度ぐらい画面に囲まれるみたいなところの繰り返しなのよ。だからあんなん実質ソアリンですよ。半分ぐらいソアリンですよ。そうだから全画面の美しさも堪能しながら、実際の実物と画面の融合を楽しめる部分もあるっていう、すごいいい表現してるなって思いました。まあ、唯一の欠点といえば画面用意することですかね。めちゃめちゃ酔う。そう。ユニバのアトラクションとかもね、めっちゃ酔うんだけど、ハリポッタとか本当にダメで、スパイダーマンもちょっと最近やばいかもなって思ってた時期があったりしたんだけど、そう、ピーターパンは酔います。ので、本当に酔いやすい人は気をつけて、そう、私は必ず酔い止めを飲んでから挑んでいます。マジで。そう、でもね、本当にね、見る価値あると思う。ソアリンもね、ソアリンでいいんだけど、また別の感じっていうのかな。ソアリンはそれこそ、もうほぼ、あれ何度だろう、360は嘘だわ。でもかなり大画面の感じで、足ブラブラさせながら、匂いが感じられるっていうタイプじゃん。っていうよりかは、足はちゃんとついてるし、トロッコなんだけど、180度ぐらい画面があって 3D 映像でキャラクター、2次元との融合を楽しめるみたいなところはあると思う。そう、だから似たような技術使ってるなっていうのはちょっとあったかな。はい、でもピーターパンはマジで面白いから本当に乗ってほしい。個人的にはファンタジースプリングスの中で一押しのアトラクションです。といったところで、はい、アトラクションを4つを紹介し終わりましたが、いかがだした言えてない。はい、アトラクション4つ紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。ここからはレストランのお話をしていきたいと思います。レストランはさっき最初に言った通り、ピーターパンとラプンツェルだけ体験したっていう状態なので、そこ2つのお話をしていければなっていうふうに思います。で、そのレストランの話をする前に一つ注意点というか共有なんですけど、ファンタジースプリングスのレストランってモバイルオーダーが必須なんですね。私が言った現在。そう。だから、モバイルオーダーをしてからじゃないと店内に入れません。そう。入り口にキャストさんがいまして、モバイルオーダーの注文画面確認させてくださいっていう確認が入るので、モバイルオーダーしないでいくと追い返されちゃいます。そう、だからね、結構レストランの入り口にね、みんなたむろしてるよ。スマホ見て。面白い光景だなと思うんだけど。そう。だから必ずモバイルオーダーしてからじゃないと中に入れないよっていうのは気をつけてほしいなと思います。だからね、レストランの中見たいってなると注文しなきゃいけないんだよね。当然っちゃ当然なんだけど、ちょっとチラ見するみたいなのができないので、ちょっとその辺はうまいことアプリを使っていただければなというふうに思います。じゃあまずね、ラプンツェルの方のレストランですね。スナグリーダックリングっていうお名前なんですけど、これ、あれだよね、映画で出てきた、荒くれ者たちがね、いるお店ですね。めっちゃ可愛いよ。店内装飾マジ可愛い。絶対で映画ファンに刺さると思うんだよね。ダックリング、ダックっていうくらいだから、アヒルちゃんのね、可愛い絵が店内にいっぱい散らばってたりするんですけど、同じぐらいの数の武器が突き刺さってます。いや実物見ると結構面白いなと思って、その辺に剣とか斧とかめっちゃ刺さってるの結構楽しいですよ。見てる分にはね、もう巻き込まれるとか絶対想像したくないけど、見てる分にはとても楽しいです。ので、映画のね、世界観に入った、その没入感みたいなのはかなり高いレストランなんじゃないかなと思います。
で、実際何食べたかっていうとね、まずダックリングマフィンは食べました。キャラメル味のマフィンですね。そう、しっとり系のマフィンでね、結構ちゃんとお腹に溜まる感じ。で、上にクリームがついてるんだけど、あいつバタークリームなのかな私ね、あんまり味覚がちゃんとしてないから紹介できないんだけど、なんか普通の軽めのホイップって感じではないかも。そう、多分バタークリームっぽい感じの、ちょっと重ための油っぽい感じがしたので、ちょっと苦手な方気をつけてほしいかな。味的にはね、そう、これ喋るにあたって一応ホームページとか見直したんですけど、あれキャラメルだったんだっていう。なんかてっきりバタークリームの味がなんかちょっとコーヒーっぽい感じに感じたから、なんかコーヒー系のやつかと思ったらキャラメルでした。すいません。そうね、上に乗ってるクッキーはね、思ったよりホロホロ系だったね。サクサク系ではなかった。でも掃除で美味しいですよ。ほどほどにお腹に溜まる感じですごい良かったです。で、続いてですね、スイーツエバーアフターレモン&ストロベリー。こちらも食べました。そう、なんか、さっきね、ラプンツェルのアトラクションの時に、ラプンツェルといえばフライパンの武器っていうお話をしたんですけど、そう、これね、フライパンに、あいつ何なんだろうね。なんかね、スイーツが乗ってるの。いや、私もね、食べててあれって何だろうってずっと思ってる。なんか、パンケーキではない気がするんだよな。ただ、パイでもなくて、難しいの表現が。食べたらいいと思う。そう。あれただね、見た目的にはすげえ可愛い。お花の飾りがあったりとかね、フライパンに乗ってるみたいなところで、本当にラプンツェルイメージのスイーツっていうのが見た目からしてわかる感じの可愛いスイーツでございます。味もまあ、普通に美味しいかな。多分カスタード系の味だったと思うけど、全然サクッと食べれるよ。あんまり重たいとかではなかったな。レモンが爽やかだからいいとかはあるかもしれない。でもどっちかっていうと写真映えに振ってるスイーツだなとは思いました。写真撮るの楽しいからね、いっぱい撮ってください。で、最後ですね、ラプンツェルのマジカルミルクティー。これもね、私飲みましたよ。混ぜて飲むやつですね。ディズニーのキャストさんが渡すときにね、よく混ぜてから飲んでくださいって言ってくれるんで、いつも親切だなって思うんですけど、ちゃんとね、混ぜて飲みました。多分ね、ゼリーも入ってたはず。混ぜた時になんか吸ったなっていう感覚があった。とりあえず美味しかったです。これほんと良くないんだけどね、わかんないよね、何食べて飲んでるのか。いや、ミルクティーっていうぐらいだからミルクティー飲んでんだろうなとは思うんだけどさ。いや、テーマパーク飯あるあるよ。さっきのスイーツエバーアフターもそうですけど、意外と何食ってるかわかんないよね。でもいいんですよ。可愛くて美味しければいいんです。はい、というわけで、スナグリーダックリングでは以上3点食べてみました。美味しいですよ。世界観的にも楽しいし、席結構多いから割と入りやすいんだろうなって気がしてる。そう。なので、ぜひ、お時間があれば立ち寄ってみていただければと思います。で、もう一個のレストランがですね、ルックアウトクックアウトでして、こちらがあれですね、ピーターパンのイメージのレストランですね。いや、こっちもね、店内装飾可愛いのよ。カウンターでモバイルオーダー受け取りするんですけど、そう、モバイルオーダー注文開始、準備開始のボタンを押して、キャストさんに見せて中入っていくんですけど、そっからね、多分実際の受け取りまでに若干時間があるのよ。その間にね、できるだけたくさんカウンターの写真を撮ってほしい。マジで可愛いから。そうでね、ルックアウトクックアウトでは、ロストキッズスナックボックスを私いただきました。でこいつがね、バターカレーチキン味とレモンティーチキン味の2種類あるんですけど、どっち食べたか忘れました。なんか事前に、なんか YouTuber さんかなんかのレポを見て、当日、じゃあこっちにしてみようって選んだ記憶はあるんだけど、最終的にどっちにしたか忘れちゃったんだよね。でもバターカレーチキンはなんか王道で美味しそうな感じで、レモンティーチキンは、レモンって爽やかでいいのかも、美味しそうって思ってた記憶はある。そう、どっち食べたか忘れちゃったからちょっと味のレポートできないわ。そう、でもね、結構いろいろ入ってて、美味しかったな。チキンとは言ってるんだけど、スナックボックスだから、他のものも結構たくさん入ってて、なんか意外とバナナチップスとかも入ってた気がするな。なんかおせんべいじゃなくて、なんだ、エビせんっぽいやつとか。なんかね、ちっちゃいのがたくさん入ってる感じで、個人的にはね、あんまりたくさん食べる方じゃないので、気軽につまめてすごく嬉しいなっていうのがありました。やっぱチキンも入ってるから、ほどほどにお腹いっぱいになる感じ。1食分ではないだろうな。
一食分ではないけど、なんかちょっとお腹空いたな、座って食べたいな、みたいな時にいいと思います。そう、こっちのレストランもね、かなり席数的にはあるはずだから、モバイルオーダーしていけばちゃんと席には座れるはず。おすすめです。はい。というわけで、レストラン2つについてもお話をしてきました。で、全体的なこと最後ちょこっと入って、締めていければなと思うんですが、ファンタジースプリングスね、敷地が広い。やっぱ新エリアというだけあってかなり広いので、めっちゃいろいろ立ってる。アレンデールの街並みとかね、もうすでにテレビとかで特集もされてるんで、見ている方、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけども、そう、建物一つ一つがね、かなり凝ってますね。なんか、アレンデールの街並みと言いつつ、ちょっとラプンツェルっぽい建物があったりとかするところもありますし、あとね、なんかポスターとか読むと結構ちゃんといろいろ書いてあって面白いのよね。扉の絵が可愛いから写真撮るとかもいいと思うし、そう、お花とかでね、花壇のところでちょっと可愛く盛れる感じで写真撮ったりとかも、結構そういうことしてる人多いなと思った。だから映え写エリアですね、ファンタジースプリングスは。そうだから、アトラクション乗れなかったとしても、お散歩してるだけでもかなり楽しいとは思います。そういう意味ではね、すごいおすすめ。ぜひいっぱい写真を撮っていただければなと思います。でね、実はエリア内にも隠れミッキーがあるんですよ。私もね、全然知らなかったんだけど、なんか人だかりができててキャストさんと喋ってるから何かなって思って近寄ってみたの。そしたら、なんかあの辺の木の葉っぱが隠れミッキーになってるんですよって言われて、びっくりしちゃった。だってさ、ファンタジースプリングスってご存知ですか？結構植物いっぱい生えてるんですよ。そうだからね、今、場所どこって聞かれても私は答えられないんだけど、そう、どっかの木のどっかの葉っぱがミッキーの形になってるんです。そう、喋ってた時はね、見つけたんですけど、今ちょっともうどの辺の木だったか全く思い出せなくって。すごいよね。エリア内にも隠れミッキーあるんだと思ってびっくりしちゃった。のでぜひね、行った方は上の方まで見てね、探していただければと思います。はい。で、ちょっと現実的なお話をしていきますとね、ファンタジースプリングスって最奥地なんですよ。そう、位置的にはロストリバーデルタとアラビアンコーストの間ぐらいからこうニョキッと奥に生えてるんですね。なので、他のエリアと行き来するのはマジで大変です。いや、本当に。なので、計画的にちゃんと行く回数をある程度絞るか、頑張って歩いて行き来するかの2択でございます。そう、最奥地だし、エリアも結構広いから本当に大変だと思う。いわゆる、海底2万マイルとかあの辺のね、ちょっと今名前ど忘れしちゃったけど、あそこのエリアって中心部だからかなり行き来して、気軽に立ち寄ることができるんですけど、もうファンタジースプリングスはそんなことはないです。あとなんならさ、C って割とぐるっと一周できるようなコースがあったじゃないですか。そのぐるっと一周できるコースの右上にコブができたような形なので、結構大変よ。本当に。本当に大変だから気をつけてね。で、あと注意点としては、お手洗いの場所がね、思ったより少ない。いや、そんなことないのかな。だけど、割と両端に分かれてるので、その辺、あれかも。おトイレの場所が気になる人は気をつけた方がいいかも。1個がね、一番手前、本当にファンタジースプリングスのエリア入ってすぐの左手に1個あるんですよ。と、あともう1個が一番奥、本当に穴行きのエリアに1箇所あるっていう感じで、本当にね、北と南1箇所ずつみたいなあり方をしてるので、そう、アトラクションの時にちょっと行きたいってなったらその辺意識しといた方がいいかな。レストランの中にもね、お手洗いあるので、立ち寄った時に行っておくっていうのはありだと思います。いや、私ね、結構そういうの気になるタイプだから、ぜひね、同じような方はね、意識していただけるとすごくいいんじゃないかと思います。で、待ち時間的な話をすると、やっぱり夜の時間帯は比較的少なと思います。8時過ぎるとだいたいピーターパンとラプンツェルが15分から30分ぐらいで乗れることも事実としてありました。毎回保証するわけじゃないけどね。私はそういう時があったよっていうお話です。
でもこれが何で救うかっていうと、あれですよね。やっぱりメインの、メディテレニアンハーバーとかでのショーがあるからなので、ショーが見たいか、ファンタジースプリングスに乗りたいかみたいな、そこのね、究極の二択を迫られることにはなってしまうんですけれども、複数回行く予定がある方とかはね、その辺の時間を狙ってみると、意外とすんなり入れたりはします。ただね、例外として、アナ雪だけはマジで長い。そう、アナ雪はね、常に1時間超えのイメージですね。なので、もうどうしても乗りたい方は DPA を頑張って購入するか、もしくはもう列切られる前のところを、狙い目を頑張って探して並び始めるっていう感じですかね。私の場合だと多分ね、8時過ぎだか8時半ぐらいに、まだ、80分、90分ぐらいで待ち列が残ってて、もうこれしかないと思って並んで乗りましたね。そう、でもそれも平日夜の話だから、ちょっと休日とかになると厳しいかも。そう、休日はね、もう8時過ぎぐらいですでに列切られちゃってる場合とかもあるので、その辺はアナ雪乗りたい方はね、気をつけていただければなというふうに思います。はい。で、一応4アトラクション乗ったんですけど、平日夜じゃないわ。平日に C に行った感じだと、頑張れば課金なしで1日に4つ乗れました。そう、待ち時間とかある程度観察するだとか、ショーの時間帯狙っていくとか、あとは他のいろんな方がね、ブログとかで研究されてると思うので、その辺の空いてる時間帯を傾向として見出してあげれば、ある程度スムーズには乗れます。そう、1日4つ乗り切ることもできるので、乗りたい方はね、ぜひ頑張ってチャレンジしていただければと思います。はい。というわけで、ファンタジースプリングスのお話をしてまいりましたが、いかがでしょうか。いやーね、ピーターパンは何回でも言うけど、マジでいいから。ネバーランドアドベンチャーは本当に体験してほしいアトラクションです。ただね、アトラクション乗れなくても本当にお散歩するだけでもね、楽しいエリアなので、ぜひ立ち寄っていただければと思います。はい、そんな感じで、自分に合わせたね、自分のペースって大事ですから、人に振り回されず、自分のやりたいことをできる回り方をしていただいて、良きディズニーライフを過ごしていただければと思います。では今回はこんなところで終わっていきたいと思います。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。